今日は死神としての初任務。あいつがターゲットか。今日も残業疲れたな。かわいそうだけどごめんね。うわ、マジか。ラッキー？シーダンス 2.5 使っていますか？なんとドモ AI でも使えるようになりましたよ。今回はめちゃくちゃすごい映像を作れるけど、コストもめちゃくちゃ高くなってしまったシーダンス 2.5 をドモ AI 上でコスパよく使うためのお得な方法をご紹介します。合わせてシーダンス 2.5 でのプロンプトのコツなんかもご紹介していくので、最後まで見てくれると嬉しいな。ご覧のような圧倒的な映像美とモーションを兼ね備えているのはもちろん、私が試した範囲だとリファレンスの精度がぐっと増していますよね。今までは画像がちょっとでもアニメっぽい質感だったりすると、どことなく 3D アニメーションのようなのっぺりとした質感になりやすい印象でした。いわゆる AI 顔ってやつですよね。シーダンス 2.5 では、このような比較的シンプルな参照画像からでも、肌の質感や細かなディテールまでかなり精密に映像化してくれる印象です。特に実写化映像を制作する上では、大きなアドバンテージになったと感じました。ドモ AI にアクセスしたら、AI ビデオをクリックして、上部のメニューからオムニリファレンスを選択しましょう。すると、シーダンス 2.5 が表示されていると思います。こちらをクリックすると、使用するモデルを選択できます。ミニマックス H3 も近日中に公開予定となっているようですね。今後、シーダンス 2.5 の廉価版モデルなどが登場した場合も、おそらくここから選択できるようになると思います。今回は、シーダンス 2.5 を使っていきましょう。ドモ AI 上のオムニリファレンスでは、最大30枚の画像に加えて、動画や音声もそれぞれ10個まで追加できます。これらを自由に組み合わせて動画を生成でき、タイムスタンプを使えば、シーン切り替えやアクションのタイミングも細かく指定できます。複数の人物や音声も参照できるので、より一貫性のある複雑な映像制作が可能です。では、実際に作っていきましょう。シーダンス 2.5 では、参照させる素材に、それぞれどんな役割があるのかをきちんと指定することが大切になってきます。プロンプトのイメージとしては、こんな感じです。イメージ1の人物が何を考えて、どんなアクションをするのか。イメージ1の人物の声は、オーディオ1の声を参照する。そして動作は、ビデオ1をリファレンスする。というような感じですね。人物の見た目だけでなく、声や動作にもそれぞれ別の参照素材を割り当てて、役割を細かく指定していく。こうやって作り込むことで、シーダンス 2.5 の進化を発揮できるんですよね。ただ、これを毎シーン自分で考えながら書いていくのはかなり大変です。正直、非効率なんだよね。なので、こういった複雑なプロンプトは、コーデックスやクロードなどの AI を使って作っていくことを私は強くお勧めします。じゃあ、実際にどんな構成で作ればいいのか。私が現在使っているプロンプトは、簡単に言うと、こんな順番で組んでいます。まず、参照素材の役割。次に、人物と空間の連続性。そして、シーンの内容、アクションの流れ、接触と反動、カメラとカット、終了時の状態、最後に音響です。大事なのは、映像の見た目だけを指定するんじゃなくて、何が原因で次の動作が起きるのか、ここまで指定することです。例えば、攻撃を避けたことで身体が回転して、その回転を利用して次の反撃につなげる。こんな風に動作の原因と結果までつなげてあげると、アクションの流れも自然になりやすいんですよね。それでは、作成したプロンプトをコピーしてドモ AI へ貼り付けていきます。ただし、ここで注意点があります。このような構造で細かくプロンプトを作ると、7000文字くらいになってしまうことも珍しくありません。でも、現在ドモ AI で受け付けられるプロンプトは最大4000文字までです。ここ重要です。AI にプロンプトを作ってもらうときは必ず4000文字以内に収めてくださいと指定するようにしてくださいね。プロンプトを貼り付けたら次は参照素材をアップロードしていきます。そしてここで最も重要なのがプロンプトで指定した順番通りに参照素材を並べることです。ここかなり重要です。例えばプロンプトの中でイメージ1、イメージ2、ビデオ1、オーディオ1と指定しているなら実際に登録する素材との対応も同じ順番に揃える必要があります。順番を間違えると別の人物の声を参照したり違う素材を動作のリファレンスとして認識してしまう可能性があります。なので AI にプロンプトを作ってもらうときはプロンプト本文だけでなくどの参照素材をどの順番で登録するのかこれもプロンプトの前にわかりやすく表示してもらうといいと思います。ちなみに ドモ AI では素材をドラッグ&ドロップでアップロードできます。複数の素材をまとめて放り込むこともできます。楽ちんです。アップロードした後の順番変更も
このように簡単にできます。こういう細かい部分まできちんと対応しているサイトは、素材が増えても整理しやすいので、ストレスなく動画生成を進められるんですよね。完成した動画がこちらになります。今日は死神としての初任務。あいつがターゲットか。今日も残業疲れたな。かわいそうだけど、ごめんね。うわ、マジか。ラッキー？早く帰ろう。運のいいやつ。これでどう？マジか？参ったな。もう直接やっちゃうわよ。新人さんかい？直接手を下すってのは規則違反だよ。こんな感じの映像を作ることができます。シーダンス 2.5 の特徴として最大30秒までの動画を一度に生成できるんですが、これは一長一短なんですよね。長い映像をまとめて作れる反面、とにかく大量のクレジットを消費するので注意してください。今回の作品では、まず全体を30秒で生成してみて、想定通りの演出にならなかった部分だけ短い秒数で作り直して差し替えています。このように再生成するときは、映像全体を作り直すのではなく、失敗した区間だけを部分的に修正していく。これがクレジットを節約する上で、かなりおすすめの方法です。そして、どうも AI では、生成時の解像度を 480p と 720p から選ぶことができるんですが、クレジットを節約したいなら、まずは 480p での生成がおすすめです。720p と比べて、消費クレジットを半分以下に抑えることができます。でも、480p じゃ画質があかんのちゃうの？って思いますよね。そこで使うのが、どうも AI に備わっているアップスケール機能です。生成された動画の下にある高画質化をクリックして、アップスケール後の解像度を選びます。30秒の動画なら 1080p へのアップスケールに必要なのは60クレジットです。つまり、まず 480p で動画を生成して、完成した映像だけを 1080p へアップスケールする。この方法なら、最初から 720p で生成する場合と比べて、クレジット消費を約半分に抑えながら、最終的には 1080p の映像に仕上げることができます。そして、ここ重要です。アップスケーラーを選択するときは、必ず V2 を選んでください。こちらが最新モデルになります。では、ドモ AI の料金プランを見ていきましょう。今回一番注目してほしいのが、クレジットを消費せずに何度でも生成できるリラックスモードです。リラックスモードは C ダンスには対応していません。対象となるのは、ドモ AI 独自の動画生成モデルであるドモ AI2.5 と 2.4 系統です。その上で、私が一番おすすめしたいのはスタンダードプラン。ベーシックプランでは使えなかったリラックスモードがスタンダードから利用できるようになります。リラックスモードではあまり動きのない動画や会話シーン、被写体のアップを中心とした映像などを作る。そして激しいアクションや複雑なカメラワークが必要なここぞという見せ場だけ C ダンスを使う。全部を C ダンスで作る必要はないんですよね。シーンの内容に合わせてモデルを使い分ける。これがクレジットを抑えながら作品のクオリティを高めるドモ AI のおすすめの使い方です。そしてもっと C ダンス用のクレジットが欲しいという方にはプロプランがおすすめです。プロプランでは毎月4000クレジットが付与されます。先ほど紹介した 480p で生成してから 1080p へアップスケールする方法なら30秒の動画を約9本作ることができます。ちなみに私は C ダンス本家のドリームイナでもアドバンストプランを利用しています。でも 720p30 秒で生成すると 12,800 クレジットあっても作れるのは約9本なんですよね。C ダンス 2.5 めちゃくちゃお高いんですよね。だからこそ、リラックスモードと C ダンスを上手に使い分けられるスタンダード、またはプロプランがおすすめです。さらに、年間プランなら 30% オフが適用されます。これから継続して AI 動画を作っていく方は、月額プランよりも年間プランがお得なので、概要欄の専用リンクからぜひチェックしてみてくださいね。
また、料金プランの内容は変更される場合があります。必ず概要欄のリンクから公式ページにて最新の料金プラン内容をご確認ください。それでは本日のお相手は、あなたのパンコちゃんでした。アデュー